こんにちは、大輔です。本日はですね、年内の早い段階で観光客受け入れをですね、開始されると発表しているモルディブという国について渡航予測をですね、動画にてお伝えいたします。1ヶ月程度の休みが取れる、リモートワークができる方であればですね、モルディブ渡航可能になるのは間近というふうに見ていいんじゃないでしょうか。マイナビウェディングによるとですね、ハネムーンで日本人が訪れたい国ということでですね、グアムだったりだとかバリ島よりも行ってみたい、そういった人が多いとされる国ですね。まあね、でも俺たちそんなに長く休み取れないし、リモートワークできないよっていう人たちね、多いかと思うんですよ。で、私もその一人ですんで、ご安心ください。なんでですね、本日はモルディブが辿ってきた入国禁止のですね、経緯と今後の渡航の見通し、それまでにどういうね、議論があったのかっていうことについて、詳細をね、リサーチしましたので、皆さんにご報告をしたいと思います。で、それだけだとですね、つまんないと思うんで、私がですね、寄せ集めましたモルディブの景色、もうこれめちゃくちゃ綺麗でしたね。こちらの映像をですね、皆さんと一緒に見ながらですね、気分だけでもバカスに行ったよと、そうなれるように構成しますんで、ご視聴いただければと思います。なんとですね、モルディブにはですね、水中に沈んだレストランがあるってことなんですよね。そちらの映像も動画の後半で流れてきますので、お楽しみいただければ嬉しいなと思います。本動画がね、どんな雰囲気になるのか、ちょっとね、わからず今とりあえず撮影してみてるので、私自身もね、編集がちょっと楽しみという、そんな感じでございます。で、動画のまとめとしてですね、万が一、渡航をするとした場合に必須になる事項っていうのをまとめてます。で、これを守らないと、致命傷になる、命と引き換えのバカンスになってしまうっていう、そういうね、リスクについても、語っていきますので、これはモルディブに限らず必須となる事項なので、他の国にね、渡航予定がある、もしくはこれから立てていく可能性があるという方は、ぜひ最後までご覧いただければと思います。で、ちなみにですね、こちらのチャンネルでは、海外にですね、安全に行けるのいつになるのか、一体いつなんだということについて最新情報をお伝えしていきます。コロナ明けの海外行きを待ち望んでいる方っていうのは、ぜひチャンネル登録いただけるといいかなと思っています。それではですね、こちらの流れでモルディブの状況をお伝えしていきたいと思います。丸1ですね、マジで痛い、経済への打撃。丸2、それ厳しすぎない？強烈ドラフト案。丸3、渡航に必要なことということなんですね。それでは行ってみましょう。丸1ですね、マジで痛い経済への打撃なんですが、モルディブはですね、26のサンゴであったり、1200の島々、すごいですね。50万人余りが暮らすインド洋の小国ということなんですね。水上コテージなどで知られるリゾート整備が進められているということで、観光はですね、GDP 全体のなんと 24.5% をも占めるという、もう観光立国ということなんですね。で、このね、GDP の推移を見ますと、2004年、スマトラ島沖地震による津波のね、被害であったりだとか、あとは2008年のリーマンショックなどによって観光客が一時的にね、大幅に減少したということがありました。マイナス成長に落ち込んだことがあったということなんですが、それでもね、この10年ほどの間というのは、政府主導のですね、観光振興だったり、中国からの旅行客っていうのがだんだんね、増えてくるという関係もありまして、年平均成長 6% 強という安定した成長をですね、遂げてきた国ということなんですね。それがですね、ここに来て観光客全くいないという状況になったんですからね、大変ですよ、これ。で、このモルディブがですね、入国制限開始したのは今年の3月ということなんですね。最初の2つのコロナウイルスの症状を記録した直後に全てのフライトがキャンセルされたということなんですね。で、この1000以上の島々で構成されるモルディブなんですが、これまでにですね、約1400と1500例の、症例がですね、確認されて、コロナウイルスによる死亡がですね、5名記録されているということなんですね。ということで次の話題なんですが、こちらですね。それ厳しすぎない？強烈ドラフト案
というわけなんですが、コロナ収束とね、戦っているモルディブなんですが、先ほど述べた通り、GDP の多くを産業に頼っているといった国なわけなんですね。早期の検疫ルールを確立したりですとか、それによってね、観光産業を再開する、そのための入国再開が必要な状況と、こちらにね、置かれている国なわけなんですね。で、5月の中旬にですね、そんなモルディブの環境省がですね、新しい観光ガイドラインの素案を発表したんですね。で、私もね、これ原案のペーパーチェックしました。その内容を見たんですけど、めちゃくちゃ厳しい。これがね、厳しくて、ちょっとね、これ皆さんに紹介したいと思います。今、モルディブに行くんであれば、こういったことが必要ということなんですね。観光ビザを申請するのにですね、$100かかると。そして、これ結構痛いな。最低14泊の予約が必要ということなんですね。なんで2、3泊とかね、そういうの、1週間でもダメってことですよね。で、次、陰性証明書が必要ということですね。これ出発前の、PCR 検査、もしくは抗体検査等のことを言うと思うんですが、これが必要と書かれてますね。あとは入国時の追加の PCR 検査も必要ということです。で、それもね、実費ということで、$100かかるということなんですね。こんなようなことがペーパーに書かれていたわけですよ。これは困ったというわけなんですけど、直近の動きでですね、この風向きが変わってきたんじゃないかなというふうに見させてもらっています。というのもですね、この素案撤廃されるんじゃないのっていうね、良いニュースも入ってきているわけなんです。これをちょっとご紹介するんですけど、それはですね、同じくモルディブ環境省なんですが、こちらのね、環境省のツイッターにアップされた動画をチェックしていくことで、この謎にね、迫っていくことができるわけなんですが、国籍ですとか検疫要件に制限はないと、で、そしてですね、追加費用もなしという言葉が確認できているわけですから、一応ね、これ正式なガイドライン発表があるまで注目をする必要はあるかなとは思うんですけど、時系列的に見るとですね、このツイッターの投稿の後者の方がね、制限撤廃をしているってことですけど、時系列的にはこちらが後に出てきているので、有力視される情報なんじゃないかと思っています。で、すでにですね、海外のブログなので、このね、緩和の期待を見込むブログ、情報発信でも多数出ている状況ですので、ぜひですね、感染症対策、こちらバッチリやっていただいて、良いね、緩和事例、世界的にも早い方だと思いますので、いい事例になることを祈っているということなんですね。そして、次の議案なんですが、渡航に必要なことというわけで、それでもね、どうしても行きたいっていう方、これね、決してね、私これ推奨してるわけではないんですよ。なんですけど、もうどうしても行かねばならないということので、これね、見られる方っていうのは、こちらの件をね、ぜひ気をつけてみてください。最低限のね、リスク回避にはなりますということで、こちらぜひ押さえていただきたいポイントになります。まずですね、病気にかかっても大丈夫なようにしてください。これどういうことかっていうと、俺絶対かからないよ。私コロナなんて絶対私はかからないよって誰しもがね、思い込みたいわけです。思い込むわけです。特にね、海外渡航に行ってる最中にかかるなんてことはね、恐ろしすぎて想像もしたくないわけなんですけど、努力でね、リスクは減らされたとしてもね、感染の可能性ゼロにすることはできませんので、これね、モルディブに限らずなんですけど、現地のね、医療体制に関しては十分にチェックをされるということをお勧めいたします。こちらもうマストですね。お勧めというかもう絶対やっていただきたいということですね。で、これをですね、チェックするにあたって、とりあえず参考にすべき情報ということで、外務省が出している衛生医療事情一般ですね。が最低限の情報として参考になるんじゃないかということで、こちらね、皆さんと一緒に読み上げていきます。ちょっとね、重要部分だけね、読み上げます。マレの医療水準は一般的な疾病には対処できる。このマレっていうのがモルディブの首都ですね。こちらね、一般的な疾病には対処できますが、国内の
専門医数は非常に限られているため、いつでも緊急の処置に対応可能とは限りません。特に循環器救急、脳外科救急、重症外傷の対応能力には限界があります。このため、バンコク、シンガポールや日本への緊急移送が必要になる場合に備えて、海外旅行保険への加入が必要ですということなんですね。だからね、絶対保険はかけていきましょう。次にですね、気をつけたいことがですね、帰国後のスケジューリングになるんですね。というのが、帰国後にはですね、日本政府からの要望によるんですが、14日間のですね、自主隔離措置を、こちらをね、問題なくこなしていくといったことが必要になるわけなんですね。なんで、早期リタイアされた方であったりだとか、もしくはですね、フリーランスで、ですね、働く場所を選ばないよっていう方は、対応できるんでしょうけども、そうでない方に関してはですね、日本政府の入国制限緩和の動向をですね、引き続き注意して見守っていく必要があるわけなんですね。こちら一緒に、私もね、一緒に見守っていきたいということなんですが、ということでね、こういったまとめも今終えたとこなんですけど、皆さんね、もうそろそろ思うんじゃないでしょうか。私が毎日のように渡航情報を上げて、こいつ大丈夫かと、お思いの方は多いんじゃないかと思うんですが、しかも今日の話題というとね、ハネムーンで行けそうな国ということでお話ししてるのに、そんなのね、延期しちゃえよっていう話になるんだと思ってるんですよ。で、ただね、周りを見渡すとですよ、本当に今、結婚式やハネムーンに行けなくてね、下手するともうそれによっても別れちゃうかもしれないみたいな、人いますよね。ちょっとね、僕の周りに、ちょっと誰って言えないんですけど、いますよ。で、これね、不要不急のレベルっていうのは、正直人それぞれだとは思うんですよね。だからこそなんですけど、このルールをね、遵守していただいてですね、リスク管理を徹底されるというね、そういう方に関しては応援したいなと心からそういうふうに思っています。特にね、やっぱ海外に会いたい人がいて、でもね、渡航はすべきでない。ずっと我慢してる人からのメッセージってね、ほんとよくいただくんですよ、このチャンネルを通してですね。だからね、そういう人たちに対してですね、私から推奨することはできないんですけども、ただ言えることというのは、その方々がね、ご自身でよく考えて下した決断なんであれば、行く行かないにせよね、その判断に関しては私はね、心から応援したいなっていうふうに考えています。で、もしかしたらね、こういう意見には反論したい気持ちを持たれている方、これね、いらっしゃるかと思ってます。で、そういう声でも構いませんので、皆さんのね、気持ちをコメント欄でお聞かせいただけると非常に嬉しいなと思っております。ということで、本日の動画は以上となります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。さようなら。